なってるんですけど、もともとはなんていうのかな、よく海外で地震が起きると耐震設計されてないかったりするので、そういう、ちゃんと設計されてないものもろく壊れるじゃないですか。そういうものを、少しでもなんていうのかな、工学的な知見で良くするというところに関心があって、なんかその建築を勉強しながらやっていくうちに、私のやりたかったことはひょっとすると構造設計っていうところからできるものなんじゃないかなと思って興味を持ち始めたっていうのが最初だと思います。はい、だからいずれはちゃんとっていうかそんなこともやりたいなと思って学会の委員会に所属したりして、あとは方々でそういうことを言って、そういうプロジェクトがあったら声かけてもらったりしてはいるんですけど、なんかこういうことをやってる人っていう感じにはね、なりつつあるんです最近。すごいそのイメージがありました。こういう三角形の3本の切り込みを入れて、それを周期的に並べると、これ一方向に今引っ張ると、こう引っ張るとこっち方向にも広がるという性質を持つ材料が生まれて、でその広がり方というか伸びやすさというのが、ここの切れ込みの角度によって、切り込みの角度が、この辺に平行であるほど伸びやすく、この角度が、この、辺から、離れていくほど伸びにくくなるというのを紙の模型実験で確認しています。これもともと植物学者の先生と、東京大の岩本先生と構造の私とで一緒に取り組んでいたもので、何かその植物の性質を応用した構造物をなんか作ろうというところで始まっていて、でそれを建築の構造に置き換えると、普通膜構造、例えば膜構造で空気膜構造とか作ろうと思うと等分荷重で空気の圧力をかけますけど、均一な膜であれば均一に膨らみます。でそれが部分的に柔らかいところがあると、そこだけが大きく膨らんで、そうするとなんかこう自由曲面がその面の硬さだけで作れるんじゃないかって考えたんです。でなんかその柔らかさが入り混じった、いろいろな柔らかさが入り混じった面材を作って、そこに等分荷重をかけてみようっていうところで始まってます。でそっからなんかこうテキスタイルで柔らかい部分を作ったり、なんか膜構造だと多分糸ができてるので、その糸の密度を変えるとか、そういうことをやるのかなとかって考えてたんですけど、なんかそうこうしているうちに、旧大の学生さんのチームでこのオーゼティックという幾何学を見つけてきて、これならなんかこういろいろやってみると硬さの違う面材が作れそうですっていうことになって、ここまで確認してくれて、これが実際にその角度の違う、ものを紙で切ったものなんですけど、これが0度、これが5度、ちょっと引っ張ってみてください。これが一番柔らかい。だいぶ硬いですね。かなり硬いですよね。っていう硬さの違いがありそうだということを見つけて、じゃあこういう模型を作ってみようかって言って懸垂模型を作ってみて、で、じゃあ実際の構造物に応用していくときにおそらく金属、紙ってわけにはいかないので、金属、何かしらの薄板でやろうかっていうことでやったんですけど、これだと多分等分荷重って言っても自重では足りないので、何かその強制的に下向きに荷重をかけて作ることを前提として、こういうものを金属系の材料を使ってやってみようと
膜構造で自由曲面を作る時には、特殊な解析をして立体裁断っていうのをやるんですね。私はできないですけど、でそういう技術がなくても、どっちが簡単か分かんないですけど、それとなんかこう対になるような作り方で、違う方法で自由曲面を作る方法みたいな感じで考えてます。これモックアップを作った時に加工してもらったその 1.2 メートル ×2.4 メートル、これ平面 2.4 メートルに分割して、向こう側では、全て0度のパターンで切り欠きを入れて、こちら側では0度が集中した部分と、20度ぐらいが集中したところっていうふうにムラを作って、で、引っ張り下げるっていうのをやって実験で確認をしたと。でこれがその不均一な方なんですけど、向こう側がよく下がるんですけど、こっち側は全然下がってこないんです同じ力で引っ張ってで、均一な方ではお椀型のように垂れ下がるんだけども、こちらはそのなんですかね、ひょうたん型のように垂れ下がるという施工実験やったものです。これ、懸垂させて作ってるんですけど、ひっくり返してシェルにしたいねっていうことを考えている。で、あとはやっぱり建築にしていくには仕上げどうやって載せるかとかいうことが大事になってくるので、例えばこれをシェルにして、で上側に何かこうその仕上げを取り付けるようなことを考えていって、これで構造体に使いたいなというようには考えてます。どんどん面白い提案を出してくれるんですよ。で例えばこの幾何学を使おうっていうのも、この角度を変えていくっていうのも岩本さんのアイディアなんですよ。でだけどなんかこうそれを実際構造に落とし込んでいくとか、部材断面どうするとか、どれぐらい引っ張ったらいいとかっていう、そういうなんていうか工学的なところを詰めていくのが私の役目みたいな。これはぶら下げたものですか？そうです。これがその逆さずり実験みたいな。そう、これを壊した時の実験で、フレームに4点固定して、そこから針金を番線をぶら下げて、そこに容器ぶら下げて、で砂をどんどん入れてって何キロで壊れるかっていうのをやったんですよ。その時の映像がこれなんですけど、あれ消えちゃった。でこれ4点指示だと、縁に圧縮が、生じて、でちょっと波打ってるの分かると思うんですけど、落屈してるんですよ。それで最後縁が破断して終わるというような壊れ方、でその時に1個あたりこれだけの重さがかかった時に壊れたっていう。だいぶかかってますね。だいぶかかってますこれが3.4 キロ弱ぐらい、です、この重りが。慎重に検討する項目を考えるところと、それがクリアできたらもう思い切ってそっちに行くっていう決断力と、その繰り返しかなとは思います。だからこのモックアップなんかも、その 2.4 メーター角のをやった時にも実際何キロかける必要があるのかとか、計算して一応出たけれども、それが正しいかどうかの
確証は得られない。どのぐらいブレがあるのかはちょっとかなりシンプルにモデル化をするので、なんかこういう複雑そうに見えるものをいかにシンプルな抽象的なモデルに置き換えて解くかっていうところの作業をやるので、その抽象度によっては大きくずれることも、あると思うんですよね。で特に今回大変形の解析をやるのと、普段私たちが使ってる柱とか梁って微小変形の範囲内での理論に成り立ってるんですけど、それを超える大変形の理論を使っているということと、途中で部材が組成化するんですね。材料が組成化する、その2つを組み合わせて計算を流すっていうこと自体が割と、特殊な解析なんですよ。だからその解析方法が果たして正しくできてるかっていうところもあるし、入力のラフさがこれで大丈夫かっていうのもあるし、なので一応、実験なので、あそこで引っ張る時に何キロで引っ張られてるかっていうのを確認するための荷重計っていうのをつけてるんですけど、その荷重計マックス超えたらもう測れなくなるわけです。だからその適切な荷重計を買ってくるとか選ぶとか、それにつなぐ基礎がそれより前に曲がっちゃったらダメなんで、それに合うだけの針にするとか、実験っていろいろそういうところの判断の連続で、そこでかなり鍛えられているところはありますね。でこういう計算をしたからこうなるだろうと予測して実験をして、確かにそうなったとかいうことをやっていく中で、ちょっと勇気がついてくるようなところはあります。